今かし様々。どうも、こまちスタイルです。今回はマレーシア編。マレーシアに来ております。こんにちは。旅は自分磨き。こまちスタイルです。今回の動画はマレーシアクアラルンプール編の第2弾です。名門マンダリンの優雅な滞在。ここから私の旅はさらに加速していきます。拠点を次なるステージ E 級ホテルへ。一歩外へ踏み出せば、そこには想像を超えるエネルギッシュな都会の日常が待っていました。初めて挑戦する地下鉄の熱気、天をつく巨塔の威圧感、そしてあれまで洗練されたラグジュアリーとむき出しのローカルが交差する、これこそが旅の醍醐味です。ラグジュアリーだけじゃ終わらない、泥臭くて暑くて最高にエネルギッシュな大人の休日。本当のマレーシアの姿を楽しんでご覧くださいね。大人気シリーズです。どうぞ大画面でゆっくりご覧ください。昨日の最大のミッションはペトロナスツインタワーの展望台に行くというツアーだったんですけど、はとバス観光ツアーみたいな感じで、集合時間に30人ぐらいボンってエレベーターホールの前で集まるまで待機させられて、はい行くわよって高層エレベーターに乗せられて、88階建ての41階のところが連絡通路があるんですけど、で連絡通路のところにまず1回放置されて、あなたたちここで10分ね行ったり来たりしていいみたいなこと言われて、でも正直10分もいらないかなと思って、なんかただの連絡グリッチだし、そんなもんかって思ったんですけど、その後またはいじゃあ行くわよってエレベーターにぎゅうぎゅうに押し込まれて、そして83階で乗り換えるんですよ。さらに超高層エレベーターに。で、86階に、そこで、あなたたち自由に楽しみなさいみたいな感じでまた放置され、写真撮ったり、ってやっても10分ぐらいで終わるじゃないですか。30分ぐらい放置されて、温厚な私は、まだかなって思ってたんですけど、温厚じゃないタイプの人たちが、エレベーターを動かせみたいな。暴動になりかけ、現地の係の人も、待てみたいな感じで、で、また来たエレベーターにぎゅうぎゅうに押し込まれて、あ、これでツアー終わりかと思ったら、83階に売店があるんです。で、降ろされて、売店でまた放置されて、売店なんてさ、買わないじゃん。ツインタワーみたいな T シャツ、飴とかチョコとか、誰も買わんで、はよ返せみたいな。誰かが買うまでエレベーターを動かしませんぐらいの勢いで、そこも暴動になりかけ、殺伐としてツアーでした。朝食の後はマンダリンが誇るフィットネス&ウェルネスにやってきました。館内にはフィットネスセンター、スパ、インフィニティプール、ヨガスタジオ、テニスコートなどが一体となって配置されており、都市滞在の中に上質なリトリート体験をもたらします。ラットプルダウンで背中を鍛えます。これなんかね、面白いマシンがありました。屋外のインフィニティプールは KLCC パークと高層ビル群を望む絶好のロケーションにあり、都会にいながらリゾートのような開放感を味わえる
象徴的な施設です。なんかだいたい皆さんプールサイドでのんびりされていたので、プール全然混んでなかったです。ちょっと水温は冷たかったけど気持ちよかった。トロピカルガーデンに囲まれた空間は泳ぐだけでなくリラックスして過ごすための場所としても機能しています。プールサイドダイニングで飲みましょう。アクアレストラン&バーは都会の中心にありながらリゾートのような開放感を味わえるプールサイドダイニングです。ただいま私はフィットネスルームでトレーニングをして、そのまま隣にある屋外プールで一泳ぎし、でまた隣にあるアクアというレストラン&バーに来てメニューをいただいているところです。泡はフランスとスペインで全然値段が違うのでスペインの泡にします。泡は2500-600円します。はい、また大好きなシュワシュワをなみなみ注いでもらいました。いただきます。これはシャンパンではなくてスペインのカバですか。もうプールサイドの泡最高です。マレーシア in クアラルンプール。昨日の夜ランカウイからケールにまた戻ってきまして、モンタリンオリエンタルにチェックインしました。もう一度昨日のおさらいをすると、マンダリンオリエンタルでもアップグレードされました。クラブラウンジでのチェックイン時にアップグレードしといたわよって言われて、スイートよーって言われた。スイートよーって言われました。ちょっと待って、みたいな感じで部屋で合流するぞーっていう気満々だったんですけど、パビリオンに行くというミッションとアロー通りでロティなどを食べるというミッションがあったので、ものすごく昨日の夜の動画は私は口がへの字だと思います。でも今日は私の好きなプランということで、私の大好きな朝起きるラウンジでモーニングをする、ジムに行ってトレーニングをする、そしてプールで泳ぐからのプールサイドのバーで泡を飲むっていう、裏ミッションはバンクリフ&アッペルっていうロハスとかがつけてるこういうさ、幼稚園の人が描いた花みたいなのがモチーフの、ジョイとキャバ嬢がよくつけてるあれなんですけど、もしあるんじゃないかということで昨日生で並んで入りました。それはないと言われて、はい、ピザでございます。マルゲリータを食べます。マルガリータを頼んだらグッドチョイスって言われたので自信があるんだと思います。いただきます。ナイス。いいね、リゾートを楽しむっていうの。何をチラ見してるんだ。すごいマッチョだ。ジム後に視察に来たな、プールを。シーザーサラダ。さて、すごい美味しそう。大宴会。すっごい筋トレしてますみたいな欧米の方が今横を通ってチキン食ってるな、よしよしみたいな目で見ていきました。あと多分俺も後でそのチキンサラダにしようっていう目で見てました。いい筋トレ飯あんじゃねえかみたいなね。
じゃあ、ロティもいただこうと思う。ロティはね、ミックスだから、さてだね。いただきます。おいしい。ね、めっちゃ晴れてきたよ。多分この国はさ、午前中まだ結構涼しいから、走りたい人とかは午前中なんだけど、プール入りたい人は午後から。まあ、とにかく、遅く起きて楽しい国だと思います。だから空気を通します。これは使わないでください。今回の国内移動の話をします。マレーシア航空かエアアジアです。で、エアアジアのが LCC なので安いです。だって1時間だもんと思ってエアアジアにしたんですけど、まあ LCC はこういう感じですねっていう感じです。決してなんか悪いとかじゃないけど、お客さんはでもいろんなマラヤ系の人からトルコみたいな人からロシアっぽい方まで、とりあえず日本人っぽい人はいませんでした。あとね、とにかくうるさいもうはしゃいじゃってランカウインで観光して楽しかったんだろうね。もうお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ちょっと見てください。と思ったら思っていたクリーニングがこんな綺麗にワンピースも出したんですけど、綺麗にクリーニングされて待っております。マンダリンオリエンタル。すべてにおいて大満足の滞在でした。リピート確定です。EQ ホテルクアラルンプールはクアラルンプール中心部に位置する5つ星ラグジュアリーホテルです。すごい、寿司屋さんがある。あ、すごい、ポテトラウンジ。現代的なデザインと高いホスピタリティを兼ね備えた都市型ホテルです。館内はスタイリッシュで落ち着いた雰囲気に統一され、440室ある客室は都会の景色を楽しめる大きな窓と機能的で快適な設計が特徴です。シンプルでありながら質感の高いインテリアが上質な滞在を演出します。ルームツアーです。コンパクトな作りでしたが新しくて綺麗。これはね、アメックスからのとホテルからのプレゼントです。これコンプリメンタリーです。これかわいいね。水がちょっと心もとないな。後で。クローゼットも広々して使いやすいです。スリッパチェック。ドライヤーチェック。普通でした。ここから都会の景色を一望できます。
ムルデカ118は高さ約 678.9 メートル、地上118階を誇る世界で2番目に高い建築物です。2023年だからまだ3歳。世界で2番目に高い。内部は複合施設となっており、高層階にはラグジュアリーホテルや東南アジア最高クラスの展望台も設けられています。地下鉄に乗ってブキビンタン移動に挑戦してみます。モルデカ駅に、うっかり来ちゃって、ブキビンタンに戻るんですけど、ブキビンタンまでの料金が2種類あったんです。なんで同じ駅に行くのに2種類あるの？全然わかんないけど、とりあえず高い方買いました。トークンと、カットだけ入れてみます。いた。入れるっていうかタッチですね。よくわからない2路線あるけど、当てずっぽうで乗ってみました。ハロー通りに再びやってきました。偽ミッキーがいます。ドリアンと中華とばっかりですね。同じようなお店ばっかり。ただ活気はとにかくすごいね。目的地に到着です。ドリアンチャレンジ。ここ結構高級なドリアン。かわいい。YouTuber の方が来てるドリドリっていうドリアンのお店に来ました。今からドリアンを食べたいと思います。おまんじゅう持ってるみたい。いただきます。全然臭くない。いや、これ全然臭くない。スイーツ。なんだろう、柿みたい。シューマイの中身って言った人は多分安いやつ食べたんだと思う。美味しい。全然美味しい。食感なんか持った感じはぐにょぐにょっとしていて、ちょっとなんか厳しいかなっていう感じするんだけど、なんだろう、芋虫握ってるみたい。またひどいことを。でも味はね、メロンと柿の中間で全然臭くない。もっとチーズっぽい匂いするかと思ったけど、めちゃくちゃいいやつなんだね、多分。屋台で食べられたらこんな美味しくはない。食べてないのに言わないの。でもすごい美味しいです。このねっとり感はちょっと高級なプリンのようでもあり。プリンだ、プリン。オッケー、オッケー。全部ペロリでした。でも別におかわりはないです。どうしよう。やばい、いらっしゃる。どうしよう。そんなに食べれないよ。めっちゃドリアン攻めだ。明日お通じ過ごそう。今ドリアンバラです。お腹がドリアンでいっぱいなので、今夜はフードをテイクアウトで買って、コンビニでビールも買いつつ、ホテルのお部屋で反省会をしたいと思います。まずは昨日食べて大ハマりしたビーフロティをリピート買いです。なんか気に入っちゃってまた来ました。で玉ねぎがたっぷりとスパイスシャーッと巻いて、端から巻く、伸ばして伸ばして伸ばして、でバン。その他
ケバブ店などでも買ってホテルに戻りました。テイクアウトした食べ物で夕食タイムです。こんばんは、おもちスタイルです。E 級ホテルの夜です。何をしてたかっていうと、夕方チェックインして市内観光に行ってました。また荒尾通りに行って、ビーフロティの有名なお店行って、でその帰りにケバブのお店に行って買って、でセブンイレブンでビールを仕込んで帰ってきました。ブキビンタンの駅から6メートルぐらい歩いて帰ってきたんですけど、日本でいうカンナナみたいなところの横をもうずーっとすっごい排気がして鼻の穴も耳の穴も真っ黒だなと思ってシャワーガー浴びました。もう飲ませてください。乾杯。なんちゅう顔だ。生き返った。でも結構高かったこれ。これが19で、これが48ぐらいしたのかな。いただきます。明日はすごく早朝集合のとあるツアーに参加するので、朝6時前にホテルにお迎えが来ちゃうんです。だからもうこれ食べたら寝ます。ケバブのお店ね、すごい混雑してました。これもね、荒尾通りからちょっと幹線道路沿いにありました。結構デカめのおネズミさんたちがいっぱいいるし、神経すり減らしながら帰ってきたので疲れちゃった。でも今日も充実でしたね。内容の濃い充実の5日目でした。明日は5時起きでスタートです。マレーシア6日目の朝はオプショナルツアーからスタートです。送迎車で高速道路に乗って70分の移動になります。寒いな。無事到着しました。ございます。小町スタイルです。今はここなんていう地名だっけ？スカイミラーに行くための挑戦状に送ってきてもらったんですけど、なんと今のね時間はですね7時です。5時50分にホテルを出ました。で、船は8時に出るって言われました。出港まで時間があるので付近を探索しましょう。ラタラン・マラワティはクアラ・セランゴールに位置する歴史公園です。周辺の町全体は観光地化されすぎておらず、昔ながらのローカルタウンの雰囲気が色濃く残っています。すごいですね。みんな朝早くから働いてます。あ、すごいちゃんと自分の分だと思って。いよいよ出港します。スカイミラーツアーはクアラルンプール近郊のクアラ・セランゴール沖で体験できる人気の自然現象ツアーです。干潮地にだけ現れるサンドバンクの上に薄く海水が張ることで水面が鏡のように空を映し出し、
まるで空の上に立っているかのような幻想的な景色が広がります。ツアーは公共桟橋であるジェティプカンラマクアラセランゴールからボートで出発し、沖合にあるスカイミラーのポイントへ向かいます。移動時間はおよそ30分ほどで、海の上を進みながらクアラ・セランゴールの穏やかな景色を楽しむことができます。着きました。今ね、足首ぐらいまで水があるんで、こんなとこでやるのかしらと思ったんですけど、これなんかだんだん引いてくるんですよ。このシーンでもうっすら水面に映るんですけど、こういうね、膝ぐらいまでまくり上げる服じゃないとここは厳しいです。潮が引いてくると広大な水面が鏡のように空を反射し、幻想的な写真を残すことができます。ツアーガイドさんが撮影の準備を進めます。こうやってね、砂をねかいてサラサラにしてくれるんです。もう結構映りますね。ほら見て、足首までつかんなくなってる。お、綺麗に映りますね。これ冬に円弧みたいという風にも一部では呼ばれています。これはツアーで行った方がいいと思いますよ。いよいよ本番、何通りか順番で撮影します。傘とか貸してくれるんですよ、こういう小道具。またボートで帰りますね。なんかでも地味だと思ったよ。いいじゃん。はい、こんにちは、小町です。今日は朝、スカイミラーツアーに参加してきました。で、そのまままた市内まで送ってきてもらって、スンガイワンプラザというブキビンタン地区の中心部に位置するショッピングモールにやってきました。で、そこにポップオンポップオフバス、乗り降り自由な主要な観光スポットを27カ所回りますっていう観光バスのチケットセンターというか始発というかがあるので買ってきました。朝から何も食べてないので、スンガイワンプラザのフードコート的なとこに来ました。それでここのお店はカカトーっていうのかな、マレーシア料理とインド料理と全部あるみたいな、ちょうどいい感じのお店です。タピオカのピンクバージョンかな。めっちゃ甘いと思う。あ、で、ほら、この氷がさ、ちゃんとさ、ここが穴開いてる氷だから、氷屋さんから買ってる氷だから、この氷は大丈夫な氷です。芳香剤の味がします。ナシレマ、チキンナシレマです。チキンが切れる。ホロホロなのかな。こうやってやって、いっぱい混ぜて食べます。いただきます。めちゃめちゃナンプラー。
さあ、そまでした。美味しかった。ね、これね、でね、食後にね、水のいらない歯ブラシなんだけど面白いんだよ。別に案件でもなんでもないけど、こういうの海外旅行行くときに乗ってくのおすすめする。これが用紙で、これが糸用紙がこう入ってます。ちょっともう一口ジュースを飲んでから磨こうと思います。